皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。チャンネルメンバーシップもやっています。上の方のプランに入っていただくと週に1回特別なエピソードが聞けます。よかったらぜひ入ってみてください。今日のテーマは人の家に招かれた時のマナーです。招かれる、これは招待の招という字ですね。なので来てくださいって言われることです。その時に知っておいた方がいいマナーについてお話しします。10代20代の若い人が同じような年の一人暮らしのこのお家に遊びに行くときはあまりマナーとか気にしなくていいと思います。でも私ぐらいの年齢の人が、私ぐらいの年齢のお家に遊びに行くときとか、あとは付き合ってる人が、日本人だった場合にその人のご両親のお家に遊びに行くことがあるかもしれません。そういう時にやっぱり好かれたいじゃないですか。あとちゃんとした人だって思われたいじゃないですか。で、そういう時に知っておくといいマナーについてお話しします。ちょっと前に中3の息子のお友達がうちに遊びに来ました。で、その子はやんちゃな子っていうイメージがありました。やんちゃっていうのは、例えばちょっと乱暴な子とか言うことを聞かない子、そういうのをちょっと可愛い言い方で表現したものです。あの子言うこと聞かないよねとか、あの子乱暴だよねって言うとすごくちょっと悪口っていうか嫌な言い方になります。でも、あの子ちょっとやんちゃだよねって言うと、そこまで悪口を言ってる感じではなくなるんですね。だからよく、やんちゃな子っていう言い方をします。で、ちょっとそういうやんちゃなイメージのある子だったんです。で、その子が久しぶりにうちに遊びに来たんです。で、どうぞ入ってって言って、そしたらその子はちゃんとお邪魔しますって言って入ってきたんですけど、靴の揃え方が素晴らしかったんです。その子は、ですね、うちの中に向かって、向かった体のまま、外から入ってきた体のまま靴を脱いで上がって、それからしゃがんで靴を揃えました。靴を揃えるっていうのは、今度帰るときに玄関の外に向かって靴がすぐ履けるようにつま先をその玄関の外側に向けてきれいに靴を置くことです。それを靴を揃えるって言います。なんでびっくりしたかっていうと、結構普通に多いのが玄関を上がる前に自分の体を玄関の外側に向けてで、入ってくる。そうすると、靴がもう脱いだ時から靴を揃えたような状態になります。で、そういう風に入ってきても全然いいんです。普通によくそうやって入ってくる人はいっぱいいます。でも、その中3の男子が、しかも、ちょっとやんちゃなイメージのあった子が、すごくしっかりそうやって、普通、体の向きをちゃんとこっちに向けたまま入ってきて、体の向きを変えて、靴を揃えた。で、私は本当にびっくりしました。この子ずいぶんしっかりしてるんだなって。で、息子の部屋2階だからどうぞって言って、もう1回ぐらいお邪魔します。多分言ったと思います。で、本当にしっかりしててびっくりしました。で、その時に、このことをエピソードにしようって思って今日このことについて話すわけです。ではですね、そんな感じで、まず人のお家に行く時の流れをね、最初から最後までお話ししたいと思います。で、まずですね、人の家に行く時には、だいたい手土産を持っていきます。手土産っていうのは、お土産とはちょっと違うんですね。お土産っていうのは、どこか旅行に行った時に、旅先で買ってくるのがお土産ですね。で、手土産は、人の家に行くときに持っていくものです。だから、例えばどこかちょっといいところのお菓子だったりとか、大体お菓子ですかね。お菓子とか果物。
とかが間違いないかなと思います。例えば私がちょっと遠くのお家に行くとき、例えば私は山梨ですが、広島の誰かのお宅に行くときは山梨のものを持っていきます。そういう感じで、どっちかというと自分のところの美味しいものを持っていく感じですね。でももし同じ地域に住んでいる人のお家に行くなら、この地域で美味しいお菓子のお店のもの。例えばこの前は私、ジェラートを買っていきました。ですね、初めて行くお友達のお家だったんですね。ママ友だったんです。息子のサッカーで仲良くなった人のうち。で、遊び来ませんかって言ってくれたんで、すごく嬉しくて、何持ってこうかなって結構考えました。で、ジェラートにしました。カップに入ったジェラート、アイスみたいなものですね。で、6個入りのものを買っていって喜んでもらえてよかったです。そう。だからそんな感じで何か持っていきます。で、最初に、人のお家に着いたらピンポーンって押しますね。で、その時に、ピンポンピンポンピンポーンとか何回も押したりはしません。1回だけ押してください。で、音を聞いて、向こうでバタバタ音がしてるとか、はーいとか、そういう返事がね、聞こえたらそのまま待ちます。で、何の反応もないなって思ったら、もう一回押しても大丈夫です。でも基本的にはピンポーンは一回だけです。これはどうでしょうか？皆さんの地域ではどうでしょうか？ピンポンピンポンピンポンってやったりする地域があったら教えてください。そう。で、ピンポンって押した後は、相手が開けてくれるのを待ちます。自分から開けてこんにちはとかあんまり言わないです。普通はしないですね。よほど仲良くなったらすることもあるかもしれませんが、初めて行ったお家では開けてくれるのを待ちます。で、どうぞとか言われるので、お邪魔しますって言って入ります。で、もちろん靴は脱ぎます。で、玄関があるんですね、日本のお家には。そう、私、時々タイドラマとか見るんですけど、タイドラマって玄関がなくて、普通に入って、タイだけじゃないんですけど、玄関のないお家って結構あるんですね。あと、どういう国だったかな。靴を脱いで、入るんですけど、日本みたいにしっかりここまでが玄関っていうのがないところもあったりして面白いなって思いました。日本の場合はしっかり玄関があります。で、そこで脱ぐんですけど、基本的には普通に、お家の人がいるその家の中に向かったまま靴を脱いで、で、体の向きを変えて靴をしっかり揃えます。で、そうそう、うちの夫に気をつけることあるって聞いたら、コートは家の外で脱いだ方がいいって言ってました。夫は昔、先輩のお家かどっかに遊びに行った時に、その人のお家に入った後で、こうやってコートのパッパッってやったらしいんですね。そしたら、一緒に遊びに来てた別の先輩に、お前それは失礼だから、普通は外でやるもんだろうって注意されたそうなんですね。で、それから夫はそういうパタパタしたい時は、外で家に入る前にパタパタして、コートを脱いで、それからピンポンするっていうふうに言っていました。そう、だから、そうですね、コートを脱いでピンポンした方がいいかもしれません。ただ、北海道のすごい寒い雪の日とかに、それやると、凍えてしまうので、それは臨機応変にしてください。臨機応変っていうのは、状況に応じて対応するということです。はい。それでお家に入りますね。で、その時に、結構ね、お邪魔しますとか失礼しますとかね、何回も言いますね。最初に、まず、その玄関に入る時も、お邪魔しますとか言うし、靴脱いで、さあ改めて入るって時も、失礼しますとかお邪魔しますとか何回言います。で、スリッパだいたい用意してくれてるとことか多いと思うので、スリッパを履きます。で、このスリッパなんですけど、
よく言われるのが、裸足で行かない方がいいっていうことです。やっぱり、いろんな人が履くスリッパを裸足で履かれると嫌だって思う人もいます。なので、靴下か、ストッキング、女性なら、何かしら履いていった方がいいっていうふうによく言います。気にしない人はね、全然気にしないですね、この辺は。あと、もちろんスリッパのないお家もあります。でも大体あるお家が多いかなという気がします。で、スリッパを履いて、お家に入って、部屋に通されますね。で、座ってって言われるまで、基本的にあまり座らないです、勝手に。お家の人が、座ってって言うまで、座らないですね。で、どこに座っていいかわからないときは、どこに座ったらいいですかって聞くとかします。で、好きなとこ座ってって言われたら好きなところに座りますが、私大体、そのお家の人の邪魔にならないところに座った方がいいかなとかいろいろ考えます。この辺はね、臨機応変で大丈夫です。で、あとじゃあお土産を渡すタイミングなんですけど、これがちょっと難しいんですよね。いろんなそういうマナーの動画とかいろいろあるんですよ。すごい細かいこと言ってくるんで、そういうの見てると嫌になっちゃうんですけど、私のこれも十分細かいかもしれませんね。で、そのマナーの動画とか見てると、その部屋に通された後で渡すみたいにあるんですけど、それか玄関で渡すってこともあると思います。どっちかですね、臨機応変にやります。そう、もうお家の人が玄関までお出迎えしてくれて、でも忙しそうにバタバタして、もう入って入ってって感じで行っちゃうようなら、お土産は後で渡すし、結構そこで、どうも初めましてとかなんかやったりするようだったら、その場で渡すかもしれませんね。微妙ですね。難しいですね。臨機応変にやります。気持ちですからね、大事なのはやっぱり笑顔ですね。ニコニコして、今日はありがとうございますって、そういう気持ちがね、伝わればいいと思います。そうですね。家のものとかね、褒めるといいと思います。周りを見渡して、玄関に入った段階で、玄関に何か素敵なものが飾ってあったり、花が飾ってあったりしたら、綺麗な花ですねとか、なんか気づいたら褒めたらいいと思います。で、あとは、私この前行ったお友達のお家、ママ友のお家は、なんかね、ライティングがすごい素敵でした。私たちが座ってるところがリビングダイニングになってたんですけど、リビング側の方のソファーの、なんか下の方にライティングがあって、それから天井の奥の方にもライティングがあったんですね。ちょっと難しいんですけど、天井がわからないけど、ちょっと2段になっていて、なんか光ってたんです。すごい暖かそうで、素敵そうで、こういう家に住みたいなって思いました。なんで、そういう気持ちをね、素直に伝えました。素敵なお家ですねって。そうだ、あとですね、もしお手洗いに行きたいときは、トイレのことです。お手洗いお借りしてもいいですかとか言います。あとですね、もし、畳の部屋に行くことがあったら、もしスリッパ履いていって、畳の部屋に入るときは、スリッパでは入りません。畳が悪くなるので、畳の部屋に入るときはスリッパを脱ぎます。よく日本のお家で言われるのは、敷居はまたぐってとこですね。敷居を踏まない。で、敷居っていうのが何かっていうと、ドアが動く場所あるじゃないですか。そこの部分のことです。なんか境界線のことが敷居なんですけど、家の中だとそういう障子が動くとことかドアが動くところ、特に横に動くところ、そこの下にこういう少しドアが動くような場所がありますよね。あそこを敷居って言います。で、その敷居は踏まないようにします。なんででしょうね。神社にも実は敷居があるんですね。
で、ちょっと高くなってるんですけど、そこはね、またぐんです。絶対に踏んじゃいけないんですよ。それは気をつけた方がいいかもしれない。まあ、何に気をつけたらいいかっていうと、部屋と部屋の境界を普通に、足で、踏まないで、またげばいいです。で、畳の部屋には、スリッパで入らないっていうのと、あと、人によっては、その畳のへりを踏まないっていうのも、気をつけてる人もいます。畳のへりっていうのは何かっていうと、畳って、こう、四角い、長四角なものが、こう、6枚とか8枚とか、一つの部屋に組み合わされてるんです。で、その一枚一枚の端に、こう、なんか布みたいので、こう、囲ってあるんですね。で、そこの部分を、踏まないようにしている。踏まないようにしてるっていうか、一応マナー的には踏まないのが正解です。で、ただ実は私あんまり気にしてないんですよね。だから人が踏んでも気にならないんですけど、そうですね。人の家に行くときには私も気をつけた方がいいかな。気にする人もいるかもしれませんね。格式の高そうな場所に行くときは、気をつけたいと思います。そうだ、例えばそこのお家でご飯を食べたとしますね。いっぱい夕飯とか。で、お皿がいっぱい出た時に、それを洗うのを手伝うかどうかについてなんですけど、私は結構手伝いたいなって思うんです。なぜならば、私自身が手伝ってほしいって思うから、一人で洗うの大変だからもし洗いましょうかって言ってくれたら、嬉しいです。ね、助かるみたいな気持ちになります。ただ、夫は、あの、いつも断るんですよ。大丈夫です。僕やりますから。みたいな感じで、夫は洗わせないタイプなんですね。で、その辺、人によって違います。そういうのって見分けるのどうしたらいいのかなって夫に聞いたら、夫が言うには、台所を見たときに、物がいっぱい乱雑にあるようなお家は、手伝っても文句を言われないって言っていました。そう、夫の場合はですね、実は夫の両親、夫のお母さんとかお姉さんとかがすごい綺麗好きなんです。家がものすごく綺麗なんです。で、どこに何があるっていうのがピシッて決まってるんですね。で、夫のお母さんとか暇があると、こう話をしながら拭いてたりするんですね。いろんな表面を。だから本当に、なんていうか、埃が溜まってないんです。で、洗い方にも、なんかルールがあって、例えば夫が洗った後、もう一回洗い直されたりしたそうなんですね。だから夫は多分、そういうことに、洗っていいのかなとかいうことに、ちょっと気をつけてるんだと思います。で、私自身は、どういう洗い方をされても気にならなくて、むしろ洗ってくれたら嬉しい方なので、だから逆に、その、手伝うことにも躊躇がないんです。ただ、実は確かに、そうですね、夫のお家に初めて行った時、洗い物手伝うべきなんだろうかって悩んじゃいました、一瞬。私の汚い洗い方でいいんだろうかとかって思いましたね。で、その時に、そう、義理の兄がちょうどいたんですね。夫のお姉さんの旦那さんですね。その人に、手伝った方がいいですかねって聞いたら、洗い直しとかね、したいかもしれないから。でもそしたら、こういうのは気持ちだから、手伝っといて間違いはないって言われたんですね。だから、それからは私、少なくともね、自分の分を洗うようにしてるし、もう今はですね、そう、夫の両親も年を取ったので、洗い物とか全部やります。で、あと、そう、料理もね、夫が家に帰ると夫がしてます。だからね、すごく、なんというか、居心地がいいです。やっぱり、例えばなんか洗った後で洗い直されたりすると、なんかすごい悪いことした気分になるじゃないですか。で、そういうのないので、居心地がね、いいです。で、逆にうちの実家は、そう、元気なうちは、本当に、あの、なんか洗おうとかすると、もう子供と遊んでってって、だから全部やるからって言われました。で、その頃、
私は子供相手に疲れてたりして、むしろ親が子供を見ててくれて、私が洗う方が楽なのになって思ったりもしました。で、その後、両親が一時期ちょっと調子悪くしてて、うちの父の方がですね、特に。で、あとコロナだった時とか、ちょっと心配だから、来ないで、みたいな感じで言われて、しばらく行ってなかったんですね。で、もう行くのも迷惑なのかなって思ってたんですけど、最近またすごく元気になったみたいで、また来てっていうふうに言ってくれてよかったです。で、ただ、うちの親はまだ全部自分たちでやりたがるんですね。だから、そんなにやらなくていいよって、そういうことをやろうと思うから、それができないから来ないでってなると思うんです。でも、こっちは、なんだろうな、料理とか全部するし、布団とかもね、干しとかなくていいよって言ったらやるから、何も準備しなくていいよって言っても、やっぱり準備したいみたいです。だから逆に準備できないときは、来ないでっていう風になるんだろうなって思います。そう、日本はですね、布団が多いんですね。お客さんが来るときとかって布団ですね。ただ、そんなに親しくない間柄の人を家に泊めるとか、そもそもうちに夕飯食べに来てっていうのは、少ないと思います。あんまりしないですね。それよりはみんなで食べに行こうみたいな感じで、友達と会うなら外で食べるとか、外で会うっていう方が多いですね。そう。で、布団の時はですね、お客さんが来る前にやっぱ干したりするんですね。布団がずっとしまってあるから、なんだろうな、外の空気に当てて、風を通して、それから、太陽の光に当てることを消毒だと思ってるんですね。思ってます。そう。なので、私も、子供たちというか今まだ娘しか一人暮らししてないですけど、娘が帰ってくる時には、娘用の布団を干すとかします。話がそれました。人の家に行った時に洗い物を手伝うかどうかですが、それは一度、もしね、そこのお家の人が片付け出したら、運びますとか、手伝いますって一応言った方がいいと思います。で、いいよってその相手の反応を見てですね、いいですっていうその言い方が、どんな感じかいいですと言われても、そうですかってすぐ引き去らないで、いやいやいやとか言いながら、一緒に運ぶぐらいはね、してもいいのかなって思います。で、洗うのはもう本当にいいよって、もう本当に台所に多分入られたくない人もいます。なので、その辺は臨機応変に相手の反応を見てやるといいと思います。で、多分お茶とか、ちょっとしたお菓子のお皿ぐらい、それだったら別にそんなにね、手伝うも何もないので、夕飯でたくさんお皿を使ったら、みたいな感じですかね。で、そう、食器洗い機のことですね。食器を洗うのを食洗機って言います。食洗機がないうちもまだ多いです。まだ多いというか、うちはないです。で、入れる気もそんなにないです。家を建てるとなったら、システムキッチンにして食洗機つけるのもいいなとは思うんですけど、今じゃあ食洗機買いたいかって言ったら、大きいものがバーンって上にあるのも邪魔だから、今はいらないかなっていう気がします。そうだ、あとですね、ちょっと話が前後しますが、手土産を渡すときに、よく昔の人は、つまらないものですがという言い方をしました。つまらないっていうのは話がつまらないとかって使いますね。で、物にもそうやってつまらないものですがっていう時には使うんですね。で、今でも言うこともありますが、今は、親しい間柄だったら、ある程度親しければ、ここのお菓子美味しいから持ってどうぞとか、そういうプラスな言い方をしてもいいと思います。あんまり親しくない時にはやっぱりつまらないものですがって言うといいと思います。そう、私前、本当に初めて行く人のお家に行った時、買ってったものがちっちゃかったんですね。で、こんなちっちゃいものをもっと大きいの買ってくればよかったって思ったんですけど、その時は本当にもう申し訳ないです。つまらないものですがって言って渡しました。
からね、本当はね、つまらないものって言わなくていいぐらいいいものを買えるといいですね。もしね、なんか食事出してもらったら、あとお菓子とか出してもらったら、美味しいって言って褒めるのが大事ですね。仲良くなりたかったら、褒めるのが大事です。で、あと、そうだ、自分が持っていったお菓子をそのお家の人が出してくれるときに、おもたせですがっていう言葉を使うかもしれません。おもたせですがっていうのは本当にこういう時にしか使わないんですけど、お客さんが持ってきたお菓子をそのお客さんに出す時ですね。これおもたせですいませんがとか、おもたせで失礼しますがって言って出します。で、それはどういうお菓子かって言ったら、例えば、ケーキとか、すぐ食べないと悪くなるようなもの。で、それをその場にいるみんなが食べれそうな数を持ってきてくれた場合には、おもたせですがって言って出します。長持ちしそうなものは、その場で出す必要はないですね。突然今お客さんを迎える側の話をしてますけど、長持ちしそうなものは、取っておいて、自分が用意しておいたものを出す。でいいと思います。はい。そんなもんでしょうか。多分人の家に行くときっていうのは、ちゃんとそのお家の人に気を使えれば、それでいいんだと思います。あまり細かいことを気にせず、笑顔でね、楽しんでください。で、例えばその結婚の挨拶とかだとしたら、多分、迎える側も緊張してると思うんですよね。どんな人が来るんだろうっていう風に。だからね、とにかくニコニコして、その楽しい雰囲気を作るっていうのがいいと思います。今想像しちゃった。うちの子供たちが、そういう相手を連れてくることを。いやー、ドキドキワクワクですね。では、メンバーシップに入ってくださっている方のお名前を言います。名前の読み方が間違っていたら教えてください。エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、デードさん、キムヨンマンさん、ベンジャミンさん、コウ・エイケイさん、ミヌア・イシルメさん、チチさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンナ・ピー・アビーさん、ウンメ・シュガーテさん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、アップルパイさん、ガール・アブロードさん、パッキヨクさん、チャンドルさん、オー・ウェンハオさん、BB ガンメイク・ピースさん、チャールトン・ローさん、ウェントワン・アインさん、ジョ・ミンジェさん、チャンジテさん、キム・カンソクさん、コーダー XYL さん、フー・カイジュンさん、ジュルド・オーデさん、キャサリン・岡本さん、グオ・スーシェンさん、アン・リリさん、ジョン・リンさん、レイラ・ダラスさん、アンビカ・ウプレティさん、BC ユンさん、ハン・インスさん、イ・ギルジンさん、フランキー・ユンさん、イン・ヨインさん、ミズリンさん、チョウ・インチューさん、ミンジさん、リュウ・レナさん、クリスティーナ・ケイさん、リョウ・スイエさん、ホア・グエンさん、プラシャント・シンさん、ココナムさん、ミヤビック1299さん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。また収益が安定して運営が安定するのでとってもありがたいです。どうもありがとうございます。まだ入っていない方もよかったらぜひご検討ください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。皆さんいい1週間をお過ごしください。